カンカン橋は桃坂町で一番早く鉄の欄干になった橋で、桃坂橋というちゃんとした名前がある。カンカンという愛称は鉄の欄干を叩いた時の音から来ているらしい。カーナミ育ちの私が呼ぶと、カンカンという音は木の棒で叩いたように、カワット育ちのお母さんが呼べばクワンクワン橋と鐘をついたような柔らかい音色で聞こえる。美人で聡明で細やかで、カワットの良さを全て併せ持ったような義母は、がさつな私にとって憧れの人だった。あの光景を見てしまうまでは。私の研いだお米の水をタオルに含ませて抜き取っていたお母さん。一体何のために？お根性ってね、この辺の言い方で意地悪っていう意味なの。あの人はね、カワット一のお根性と呼ばれてるのよ。ああ、ろくなお菓子がありゃしない。誰かさんがとっても食べらんないバサバサご飯を炊いたりするから、お腹が減ってしょうがないわ。チョコくらい買っときなさいよね。初子お姉さんは自分が毎朝このタオルを浸したご飯を食べていることを知らない。そして夫のサナオも、この家の人たちはお母さんがカワット一のお根性と呼ばれてることさえ知らない。一つ屋根の下に住む人に悪い想像を巡らすのはなんて辛いことだろう。はい、どうぞ、萌えさん。ありがとうございます。また私のお茶碗でしゃもじこそいでる。お母さんの炊いたご飯は美味しいわ。同じお釜でどうしてこうも違うのかしらね。この1年間、私はずっと初子さんへの気持ちを持て余してきた。去年の冬、私は父の最後に間に合わなかった。入院中の父の容体が思わしくなく、母と交代で付き添っていたがやだな。一体何軒お店回るつもりよ。私は後ろ髪を引かれる思いで家事を済ますために家に戻ってきた。お母さんは出かけていて、家には初子さんと二人きり。エンジってさ、エンジ色のダッフルコートなんて売ってないでしょ。病院からの電話はいつかかってきてもおかしくない。なぜか私の携帯電話が見つからず、お茶の間にある電話だけが頼みの綱だった。へえ、今試着室？エンジ色のダッフルコートを見つけたの？分かってほしい。今がどんなに大切な時か気づいてほしい。エンジ色ってのがらしくていいわ。それでも友人らしき相手からの電話を切ろうとしない初子さんにいたたまれなくなって、私は近くの商店まで電話を借りに走った。病院に問い合わせ、父の様子を聞いて駆けつけた時、父はすでに息を引き取った後だった。身をよじって初子さんの背中に訴え続けた2時間余りの体のこわばりが、そのまま初子さんへのわだかまりとして残ってしまった。あの時の初子さんのつまらないおしゃべりまでも、ことあるごとによどみをかき混ぜたように湧き上がってくる。夢の中にまで出てくるエンジ色のダッフルコートを忘れられるようになったのは、やっと最近のことだった。来たわよ来たわよ。やめときなさいよ、マルさん。あの子は何にも悪くないんだから。別に八つ当たりをしようってんじゃないわよ。でもね、麹屋さん、岩さんは血圧気にして毎朝頑張ってウォーキング続けてたのよ。一言言わせてもらうくらい構わないでしょ。いらっしゃい。何か。あなたのお姑さん、おとといの寒い朝、路地の出口に水まいたでしょ。あの道は岩さんが毎朝必ず通ってた道なのよ。かわいそうにこの人、水たまりに張った氷で滑って足首にひびが入っちゃったんだから。うちのお母さんがやったって言うんですか？冬の最中に暗いうちから起きて水まくような念の一体意地悪はあのお根性しかいないわ。そりゃあまあ、水まくところを見たわけじゃないけど、あの朝私が通りかかると、家の中に入りかけてたのをわざわざ戻って見てたのよ。私が転ぶと嬉しそうに笑ったわ。そんなことして
お母さんに何の得があるんですか？楽しいのよ。あの人にはそれが。子供がよくやる意地悪があるでしょ。大きなハムシか何かを一生懸命巣に運んでるアリからひょいとハムシを取り上げるの。アリは何が起きたのかわけもわからずぐるぐる回るだけ。そんな風に人の慌てふためく姿を見るのが好きなのよ。突然嫌な想像が浮かんだ。父の入院中ずっと探していた私の携帯は父の葬儀の後、思いもかけないところからひょっこり出てきた。まさかお母さんが？おばさん、麹屋のおばさん。子供がやるような意地悪って、例えば誰かの上履きを隠したりとか、そんなこともあるんでしょうか？そういうことはしないわね。よかった。そういうことはしないんだ。岩さん。はい。私、明日から早起きして路地に氷が張ってたらスコップで割っておきます。ガンガンと。だからお母さんのこと疑わないであげてください。いけない、こんな時間。洗濯物取り込まなくちゃ。おばさん、小麦粉と本みりんください。ありがとうございました。いい子なのね。ええ、だから心配なの。上履き隠したりだってそんな可愛いもんじゃないのよ。でもその日が試験の日や卒業式みたいな大切な日だったら、あのお根性は隠すわよ。やるわね、あの藤子さんなら。ええ、きっとやるわ。桜でんぶ、早苗や初子さんの大好物だわ。鮭の切り身を茹でて皮と骨を丁寧に取り、すりこぎでたっぷり時間をかけて突き潰す。市販のものは甘すぎるからと家族のために手間を惜しまず作ってる。お母さんはたった一人で家の中のことを切り盛りしてきたんだわ。そこに他人の私が嫁いできて、自分の役割を侵食されるのはお母さんにとって不快なことだったかもしれない。その気持ちは私にもわかる。物心つく前に母親を亡くした私は10歳ですでに一発の主婦のつもりでいた。だから父が再婚して母が家にやってきた時、父さんのお弁当は私が作るのよ。おばさんは手出ししないで。わかった。おばさんここで萌ちゃんがやるの見て勉強するね。やりにくい。母を困らせるようなこともいっぱいしたけど、母はいつもそんな私を辛抱強く見守り続け。何やってるの？ゆべし作ってるのよ。ゆべし？やってみる？萌ちゃんならすぐ覚えるわよ。こうかな。上手よ。いつしか私は母のことが大好きになっていた。お母さん。何でしょう？食事のことなんですが、私はまだまだこの家のやり方や変わっとのしきたりでわからないことが多いし、しばらくはお母さんにお任せして勉強し直したいと思うんです。その分お掃除も洗濯も一生懸命やりますから。はい、わかりました。萌さんのやりやすいようになさるといいわ。ありがとうございます。これでいいんだわ。心なしかお母さんも嬉しそう。やっぱり私がご飯の支度するのが嫌だったのね。変わっと一のお根性なんて呼ばれているけど、そんな小さなことにこだわっていたなんて、なんだか微笑ましい気もしちゃう。ただいま。あら、早苗もう帰ってるの？遅かったな、萌。秀子お姉さんとこの店番、なかなか交代できなくて。今日はいいもの買ってきたんだ。これ、なんだと思う？カーナミベーカリーのクリームパン、メロンパンとコロネも。萌の好物を思い出して納品のついでに寄ってきたんだ。なんか最近元気なかったから、でもその顔見て安心したよ。ありがとう、早苗。いいじゃない、母さん。にぎやかね、初子お姉さんとお母さん。
ああ、明日お芝居見に行くって。さっきからずっと衣装選びさ。じゃあ明日は2人とも？うん、一日中留守にするって。やったー、ゆっくり羽を伸ばせるぞ。お母さんって気にしいなんだから。絶対似合ってるから心配することないってば。後で思ったら派手すぎる気がしちゃってね。何言ってんの。すっごく探して買ったくせに。一度も袖を通さずにタンスの肥やしにしちゃってたらもったいないでしょ。そう？じゃあ明日はこれ着ていこうかしら。エンジ色のダッフルコート。へえ、今試着室？エンジ色のダッフルコートを見つけたの？それでね。エンジ色ってのがらしくていいわ。やっと見つけたの。すごく素敵な色だわ。あの日の長電話の相手は。萌えさん、明日は留守をお願いしますね。おーい、萌え。お茶入れたから一緒にパン食おうぜ。お母さんはあの日、私の携帯を使って初子さんと長電話をしていた。お母さんには分かっていたはずだ。私がどんな気持ちで病院からの電話を待っていたかを。そのことに気づいてしまった私を、狼狽した私を見て、お母さん嬉しそうに笑ったわ。萌えちゃん、お疲れ様。なんだかうとうとしちゃった。こっちの方が落ち着くのよね。私たち半分住んでるようなものだから。お父さん、萌えちゃん帰りますよ。お父さん。疲れた顔一つ見せず、残された時間を惜しむかのように父に付き添っている母がとてもかわいそうに思えて、病室を去るときはいつも意識のない父に心の中で呼びかけていた。お父さん、お願いだから行くときはお母さんがそばにいるときにしてあげてね。あの長電話の後、もう間に合わないと知りながら病院に駆けつけたとき、遅れてきた私を母は病院の玄関の前でずっと待っていた。母は私と同じことを考えていた。父にとって実の娘である私に最後の時を見届けさせてあげたいと。そして今まで血のつながらない私に母がどんなに心を尽くして育ててくれたのかを改めて知った。母さん、雪の中で私を待っていてくれた母さん、最後に会えなかった父さん、そして私の気持ち。あの人は笑いながら踏みにじった。信じらんない。そんな人がいるなんて。信じらんない。そんな人がサナオのお母さんだなんて。カーナミの街明かり、今夜はなんて遠くに見えるんだろう。